はい。おはようございます。今回は、板チョコを割っていきたいと思います。そんな難しい工程はないので、ぜひ一緒に作っていただければと思います。はい。で、左下のマウスのところから私が入力している、キーが見れますので、こちらもご参考にしていただければと思いますが、視点操作だけ書いていますので、そこはご了承いただければと思います。はい。で、まずはカメラを H キーで非表示にしといていただきまして、立方体は X キーから削除しといてください。そうしましたら Shift A から追加メニューのメッシュ平面を出してください。で、タブキーで編集モードに移っていただきましたら、GZ0.05 と入力していただきまして、ちょっと、このように浮かせた、赤い線よりもちょっと上に浮かせたような形にしておいてください。そうしましたら、長方形の形にしたいと思いますので、SY で Y 軸固定でサイズ変更状態、さらに2と入力していただきますと、Y 軸固定で2倍になりますので2倍にしといていただきましたら、で、そうしましたら、板チョコなので、ブロックごとに分けていきたいので、点キー7番でトップビューになりますので、トップビューで見ながら、コントロール R で、ループカットツールがオンになりますので、オンにしていただきましたら、マウスオイルで本数変えられますので、4本ですね。4本入るようにしていただいたら、コントロール、クリックで確定していただいて、右クリックで1はリセットしておいてください。で、縦方向にマウスホイールで3本また入るようにしていただいたら、右クリックで1はリセットしておいてください。で、A キーで全選択、キーボードの3番で面選択モードになりますので、このようにしておいていただきましたら、ブロックの中の形状を作っていきたいと思いますので、ちょっと近づいて見ていただいて、全選択された状態で I キーで、面の挿入ができるんですけれども、すべて選択された状態、繋がっている状態で、挿入されてしまいますので、もう一度 I キーを押していただきますと、それぞれの面ごとに面が挿入されますので、ほんの少し小さい状態で、シフトキーを押すと微調節できますので、ほんの少しだけ小さくした状態で挿入を確定してください。そうしましたら、ここからは、横から見ていただいて、G キーで一旦移動状態、Z キーで Z 軸固定にしていただいたら、このように面を引き上げてください。で、引き上げていただいたら、また I キーで、一回りほど小さい。さっきと同じぐらいの幅感で挿入していただいたら、また GZ で、このように高さを出してあげてください。で、さらにですね、I キーでまた面を挿入。一回りほど小さい状態にしていただいてクリックで確定。で今度は EZZ で Z 軸固定で押し出しをしていただいたら、ある程度深くしていただいて確定してください。でさらに、中の面を小さくしたいんですけれども、S キーでそのまま、サイズ変更しても、このように中心に寄っちゃうだけですので、こちらのボタンからピボットポイントをそれぞれの原点にしてください。これで面ごとの中心が、サイズ変更の中心ポイントになりますので、
この状態で、一回りほど小さく、サイズを変更しといてください。はい。で、ここまでしたら、一応立体的な、上面だけですけれども、このように立体的なチョコの形になると思いますので、この状態にしていただきましたら、であんまりいい面の割れ方しないんですけれども、有機的に割ったような形にしたいので、今度はケーキでナイフツールを使っていきたいと思います。天気7番でトップビューにした状態でケーキでナイフツールがオンになりますので、クリックですね。クリック&ドラッグしながら、このように線を引くような形で、板チョコの上をなぞっていただきますと、このように、線が引かれますので、この状態になりましたら、右クリックで、このナイフツールとつながっている線を、外していただいて、また別の場所をクリック&ドラッグで切ってください。で、切っていただいて、また右クリックでリセット。で、最後だけはちょっと、この溝に沿った形にしたいので、この辺から、ちょっとミスった感じで、割るのミスったような形にしていただいて、右クリックで一応リセットしてください。で、最後にエンターキーで確定していただきますと、実際に頂点が作られますので、このような形にしていただければと思います。で、切った、頂点をちょっと見ていただいて、あんまり近いようなものがあれば、削除したいんですけれども、今回は特になさそうなので、これでいきたいと思いますが、一応やり方としては、この辺は、この頂点は正直いらない点なので、こっちにまとめてしまいたいので、クリック、シフトキーをしながらのクリックで複数選択、白い方に、マージ、まとめてしまいたいと思いますので、M キーでマージメニュー、最後に選択した頂点2で、こちらに、まとめられますので、ちょっとあんまり近い、いらなそうな頂点はこのような形でまとめてしまっていただければと思います。そうしましたら、割った部分を境に、メッシュそのものを切り離してしまいたいと思いますので、そうしましたら、キーボード2番で、辺選択にしていただいて、で、コントロールキーを押しながら選択しますと、今選択した部分と前の選択した部分の、最短距離でつながっている辺も一緒に選択できますので、活用していただいて、ちょうど中間2本ですね。上2本の先ほどナイフツールで入れた部分を選択してください。で、選択終わりましたら、選択、左上の選択メニューから、ループ選択、内側領域のループを選択をしていただきますと、ちょうど内側、そのまま、名前の通り、選択できますので、選択していただきましたら、Y キーで、ほとんど見た目変化しないんですけれども、分離できますので、G キーで試してみると、このようにメッシュが分離されますので、このようにしてください。で、最後に下の方のものも同じようにしていきたいので、選択、辺を選択していただいたら、選択メニューのループ選択、内側領域のループ選択。で、どっちでもいいので、分けたい。上下で変わることあると思いますが、一応これで1かけら選択できたので、Y キーで分けていただいて、このように G キーで確認してみてください。で、すべてのパーツが分かれましたら、見やすいようにそれぞれ分けてしまいたいと思いますので、一番下のかけらのどっかを選択していただいたら、コントロールキーと点キープラスで選択範囲が
つながってるメッシュまでで、選択範囲が広がりますので、広げていただいたら、GY で、かけらごとに分かれるようにしといてください。他のかけらも同じように GY キーで離しといてください。で、このように離していただいたら、厚みですね。側面と、底面はしっかりと埋めるとなるとちょっとめんどくさいので、そんな作らないんですけれども、まず横ですね。横の厚みを出していきたいと思いますので、まず、この端っこの辺をすべて選択していただきたいと思いますが、ループ選択していただきますと、ある程度、このように周囲の辺を選択できますので、シフトキーを押しながらオルトキーで、ループとしてちゃんと繋がっている辺をすべて選択できますので、シフトオルトキーもしくはシフトオプションキーでループ選択してみてください。で、先端の辺をすべて選択していただきましたら、E キーで押し出し、Z キーで Z 軸固定、マイナスの 0.1 と入力していただいて、0.1 メートル下に押し出してください。で、今ちょっと高さ揃ってないので、SZ0 とすることによって、ちょうど高さが揃いますので、揃えてください。コントロールキーと点キー7番で、下からのビューになりますので、見ていただいて、まず ES で、少し押し出していただきますが、頂点がちょっとバラバラになってるせいで、うまく押し出せませんので、ある程度押し出していただいたら、一旦確定。で、EY キーでちょっと広い方の面を潰すようなイメージで移動していただき、GX キーで同じような形で少し調節していただきましたら、SX キーで、全体的な押し出しの範囲が揃うような形にしておいてください。ちょっと頂点が集まってるとこはクロスしやすいので、クロスしてないことだけ確認しといてください。もしクロスしてたら、それぞれ移動させていただいて、解消しておいていただければと思います。G キー2回で頂点スライドを行いますので、活用していただければと思います。これで厚みをつけられたかなと思いますので、同じように他のかけらもやっていきたいと思います。で、先端の辺をすべて選択していただいてと。で、選択していただきましたら、同じように EZ-0.1 と入力していただき、SZ0 で高さを揃えてください。下からのビューにしていただいたら、ES で一旦ある程度押し出していただいて、で GX キーでちょっと広すぎる方に寄せていただいて、SX キーである程度全体の面の幅が同じぐらいになるように調節してください。でキーボード1番で頂点選択戻りしつつ、クロスしてるとこがあったら、移動していただいて、クロス状態を解消しといてください。で、3つ目のかけらいきたいと思いますので、キーボード2番で辺選択。先端の辺を選択してください。選択できましたら、EZ-0.1
SZ0 で高さ揃えてください。で、コントロールキーと点キー7で、後ろ、下からのビュー。ES で一旦押し出していただき、GY キーで上下の幅をまず揃えて、SX キーで全体の幅が同じような形になるようにしてください。キーボード1番。で、頂点選択モードにしつつ、頂点がクロスしているとこがあったら、それぞれ解消していただければと思います。で、終わりましたら次のかけら。キーボード2番で変選択。先端を選択していただいて、選択できましたら、EZ-0.1、SZ0 で高さ揃えてください。下からのビューで ES で、一応押し出していただいて、GY で上下の幅を揃えていただいて、SX キーで少し全体の幅を揃えてください。頂点モードで、頂点選択モードで、クロスしてるとこがあったら、頂点を解消してください。終わりましたら、形を、完成なんですけども、別オブジェクトとして分けていきたいと思いますので、全選択 P キー、分離メニュー出していただいて、構造的に分離したパーツでを選んでいただきますと、離れたメッシュ同士は別オブジェクトになりますので、分けていただければと思います。で、今こうやって見ると、だいぶ、角が鋭すぎて、CG が強いので、まずどれかかけら1つ選択していただいて、モディファイアプロパティのモディファイアを追加、ベベルを追加してください。これで角が少し取れたような感じになりますので、この状態にしていただいたら、量をですね、量を 0.01 にしといてください。頂点が密集している関係でこれ以上増えないんですけれども、一応 0.01 にしといてください。で、セグメントを増やしていただきますと、ベベルの間の滑らかさですね。面の数が増えることによって滑らかさが増えますので、5にしといてください。で、さらに右クリックからスムーズシェードかけていただいて、表面が滑らかな見た目にしといてください。こうやって見ると、だいぶ滑らかさが違いますので、このようにしといていただいて、で、この設定のモディファイアをコピーしたいので、別のオブジェクトを選択して、最後に今ベベルがかかっているオブジェクトを選択していただいたら、こちらのボタンから選択にコピーを行っておいてください。同じ設定のベベルですね。が他のオブジェクトにもかかりますので。で、一応こちらとこちらはベベルかかったんですけれども、このように、かからない場合もあるんですけれども、重複を、頂点同士のクロスが起きないように設定されていると起きますので、このジオメトリのメニュー欄開いていただいて、重複の回避を、押していただきますと、強制的にベベルかかりますので、一応やっといてください。おそらくここが原因なので、さっきかかんなかったんですけれども、一応解消したいので、タブキーで編集モード、離した方がちょっと早いんですけれども、この辺は一体ちょっと頂点同士でまとめてしまって、で、まだちょっとこの辺がくっついてるので、この辺もちょっと数合わせるためにまとめまして、で、ちょっと頂点として離すと、解消されやすいので、離していきます。
これで、一応変な見た目のところがないので、とりあえずは大丈夫かなと思いますので、これでいきたいと思います。はい。で、これで、編集モードに抜けていただくと、これで一応完成としたいと思いますので、Shift A からメッシュの平面出していただき、S 線で、1000倍に、床を1000倍にしておいてください。ちょっと埋まってるかもしれませんが、特に気にしないでいただいて、板チョコをそれぞれ、すべて選択。で、原点を、それぞれのオブジェクトの中央あたりに持ってきたいので、右クリックから原点を設定、原点をジオメトリで移動を行ってください。G キー Shift Z で、それぞれの板チョコを配置していただきまして、RZ キーで Z 軸固定で移動できますので活用していただきましたら、ある程度ちょっと、ランダムに配置していただきまして、このような感じで板チョコをバラバラにしておいてください。で、レンダリングの準備したいので、Z キー長押しからレンダープレビューに移ってください。で、今ちょっともやがかかってるような、フィルターがついちゃってますので、レンダープロパティ開いていただいて、カラーマネジメントからビュー変換を標準にしてください。これでくっきりしますので、このようにしていただいたら、影メニューの立方体サイズを MAX のピクセルにしていただきますと、ここに影がしっかりとつきますので、行っていただきましたら、板チョコ選択、マテリアルプロパティで、色つけていきたいと思います。で、新規ボタンでマテリアルを追加。ベースカラーは、チョコ系統の色にしておいてください。さっきベベルを、コピーした時と同じように、すべての板チョコを選択。最後にマテリアルがついている板チョコを選択。で、こちらのボタンからマテリアルを選択物にコピー。行っていただきますと、マテリアルがすべて反映されますので、反映していただきましたら、粗さの値を 0.3 ぐらいまで下げていただいて、ツヤを上げてください。ちょっとスムーズシェードかかってないものが出ましたので、一回右クリックでスムーズシェード全部かけといてください。で、ライト増やしたいので、ライト選択、Shift D、Shift Z で高さ固定で移動できますので、対角線上ぐらいの位置関係に配置していただいて、Shift D、Shift Z でまた同じように。今度はちょっと後ろの方に配置しておいていただければと思います。はい。ついでに床選択、新規ボタンでマテリアル追加。で、ベースカラーをお好みのカラーにしてください。で、点キー0番でカメラの視点。N キーでサイドバー表示。サイドバーのビュータブのカメラをビューにチェックを入れていただきますと、視点操作でカメラの操作を行えますので、板チョコがしっかり入るように配置してください。で、配置が終わりましたら、F12 キーで画像レンダリングできますので、F12 キー入力してください。で、レンダリングした画像を保存したい場合は、左上の画像のメニューから名前を付けて保存で行えますので、こちらから保存してください。はい、この動画最後までご覧くださりありがとうございました。今回板チョコだったんですけれども、チョコといえば、結構私食べてしまいますので、少しは控えたいなと思いました。はい。以上です。ありがとうございました。